はい、いつもご視聴いただきありがとうございます。ウェルネスオーバー50リカです。今日は私が日々の生活の中で実践している老けない習慣についてお話ししていきたいと思います。最近ね、たまたま YouTube でですね、なんか本要約チャンネルっていうねチャンネルがあるんですけれども、いろんな書籍をね分かりやすく紹介してくれているチャンネルになるんですけれども、そちらの方でね興味深い本を見ました。その本っていうのが不老長寿の食事術という本なんですね。でね、その中で紹介している老化しない生活習慣っていうのがね、空腹の時間を作ってオートファジーを働かせるプチ断食とかですね、あとは血糖値をなるべく上げない、血糖値スパイクね、血管を傷つけたりとかね、老化するっていうことらしいんですね。で、軽い運動をすることで老化を促すホルモンを抑えることができるそうです。あとね、ちょっとこれは現実的ではないんですけれども、生殖機能を取り除くっていうね例として昔のね肝がん、中国のね官僚の方たちが宮廷内の女性に手を出さないようにちょん切っちゃうっていうことなんですけれども、そちらのね肝がんの人たちが平均的なね男性よりも寿命がかなり長かったっていうことからね、生殖機能を取ってしまうと長生きするんじゃないかということをね言っていました。あとはね、脂っこい食事を避ける。脂っこい食事はね、ルビコンっていう、オートファジーのねブレーキ役になってしまうらしいので、そのブレーキ役を増やさないっていうことでね、脂っこい食事は取らない方が老化を進めにくいよということを書籍の中では言っているそうです。その中で私がね普段特に意識して生活の中で続けていることとちょっと似てるなって思ったことが、私はね普段16時間断食を意識して行っています。16時間はいかなくてもなるべく夕飯は早めにね、4時5時6時までには取り終えるようにして、次の日の朝ね朝食まで空腹でいるっていうことですね。あとは習慣として軽い運動を続けております。なるべくね週3回ぐらいはできたらいいなっていうのと、ストレッチとかね軽く体を動かしたりするのは毎日やるようにしております。あとはね、血糖値を急に上げないっていうのもね結構考えていて、ベジファーストですとかね、簡単には食べる順番を気をつける。あとは空腹時にねいきなり甘いものを食べたりとかね、そういうことはしないようにしております。あと揚げ物とかねファーストフードも、最近はねなるべくいかないようにして、揚げ物はもともとそこまでね好きな方ではないので、控えております。生殖器以外はほぼやっております。今日はその中でも特に注目していきたいのはオートファジー。オートファジーというのはね、アンチエイジングにもとても深く関与しているということがこの本でも言われておりました。空腹でいる時間を作るだけでね、細胞がきれいに生まれ変わって体の中がどんどん若返っていくなんてね、そんな美味しい話あるでしょうか。ということで今日はそのオートファジーって何っていうところからね、ダイエットだけじゃなくて老けにくい体を作るっていうことにもつながりますので、分かりやすくお話ししていきたいと思います。このオートファジーっていうのは何っていうところからなんですけども、聞き慣れない方もいるかもしれません。あとはね聞いたことあるけどあんまりよくわかんないなっていう方もねいると思います。オートファジーとは、細胞が自分の中の古くなった部分、壊れたタンパク質や使われていない古い細胞、もう用済みの細胞なんかをね自分で分解してリサイクルする作用になります。自分たちのね体の中っていうのは日々大量の細胞がね生まれては壊れてしております。
それと同時にね、壊れた細胞、古くなった細胞っていうのは老廃物としてね、体の中でどんどん溜め込まれていってしまいます。それをね、きれいに掃除しないでいると、それがね、肌荒れですとか老化、あとは代謝の低下、病気の原因となってしまいます。で、このオートファジーっていうのは、食べない時間を12時間から16時間ぐらいねすると、体が自分で自分のことをね作り直して再利用しようっていう、そのオートファジーのスイッチがオンになるんですね。じゃあなんで空腹がそのスイッチになるのかっていうことなんですが、人間の体はね、空腹になると飢餓状態っていう風にね自分のことを認識します。空腹で栄養が入ってこない状態っていうのはね、今あるこの体の中にあるものだけでどうにかやりくりしようって、そういうふうに体は判断します。なんかすごい節約術みたいですよね。古くなった細胞を分解して新しい細胞に作り変えたり、使われなくなった細胞をそのゴミとしてね扱わず、新しい細胞にそれがね生まれ変わる、まさにアンチエイジングの本質となっております。最新の研究ではオートファジーが活性化することで認知機能の維持、肌細胞の再生、代謝の改善、がんや糖尿病の予防につながるとも言われております。どんどん体がリフレッシュしていったらね、そういう成人病にもなりにくいってことですよね。反対に、なんで食べ続けると老化が進むのかということですが、消化吸収、血糖値の処理にかかりきりになっちゃうんですね。もう工場がフル稼働、もう忙しくて、そのリサイクルなんてやってられないよって、古いものなんかもう構ってられないって、そういう感じですね。なのでどんどんね、古いものが蓄積されてってしまいます。常にね、お腹がいっぱいの人、なんか空腹が耐えられなくてね、ずっとながらで食べちゃう人、そういう人はね、もしかすると一生オートファジーのスイッチが入らないまま終わってしまうかもしれません。私はね、だいたいね1日2食で食べない時間と食べる時間をねきっちり分けるようにはしております。それだけで私の体はねどんどん若返っているっていうことですよね。あとね、ちょっと話が横にそれるんですけれども、さっき言ったね、オートファジーが活性化するとがんとか生活習慣病の予防にもなるっていうことでね、がん細胞とオートファジーの関係性、通常私たちの体では小さな異常細胞が自然と発生しています。それが何かのきっかけでね増殖してしまうと、がんっていうね悪性腫瘍になってしまうんですけれども、オートファジーがねしっかりと働いていると、その異常細胞を自分でね発見して自ら分解して正しい細胞に作り変えてくれる、その力があります。なのでね、いろんなところでちっちゃながん細胞の種になるものっていうのはね毎日私たちの体に生まれてるんですけれども、それをね自然治癒してくれてるってことですよね。体の中にねもう自然とそのがんを防ぐ仕組みっていうのがねできてるっていうことでね、それを引き出すために食べない時間っていうのも大切になってきます。あともう一つね、オートファジーが関係しているのが慢性炎症。体の中ではね私たち自覚しない程度の静かな炎症っていうのがね常にどこかで発生しています。肌荒れとかアレルギー、肥満、血管のトラブルとかね、いろんな、原因がはっきりしないようなね症状っていうのは大体がね慢性炎症が原因となっています。で、オートファジーが働くとその炎症のね原因となる古い細胞やタンパク質が処理されて、体の中でメラメラほどじゃない、ゆらゆらとねなんか燃えてるちっちゃな火種っていうのを消してくれる、そういう作用があります。中年以降っていうのはねやっぱりがんとか生活習慣病心配になりますよね。検診で数値がちょっと悪いなんてね、周りで病気の話している方も多いかもしれません。でもこのオートファジーっていうね体の仕組みが活性化して細胞が正しく作り変え続けられるとしたら、
それらの病気もぐっと遠ざけられると思います。あとね、私自身がシェーグレン症候群っていうね、免疫不全の病気を抱えていることもあって、そのね原因っていうのもやっぱり慢性炎症なんですよね。常に私の体の中は炎症がある状態になっております。だからこそね、この炎症をね自分自身の力で抑えるにはどうしていったらいいのかなっていうのをね、常に私はちょっと考えながら生活してるんですけれども、このねシンプルなオートファジーっていう体の仕組みをね利用する、それだけでその炎症を抑えることができるとしたらね、その空腹時間っていうのをね、なんとなく自分の中のその体をねクリーンアップしてる、落ち着かせている、炎症をね抑えている、そういう時間かなと思うと、なんか気持ちいいなっていう、ありがとうっていう、そういうねお願いしますっていう、そういう気持ちになっております。はい、ここからはオートファジーを生活の習慣に取り入れるのはどうしていったらいいかっていうね、実際に私がやっている方法を説明していきたいと思います。そんなにね難しいことではなくて、ただですし、興味があるよっていう方はぜひ一緒にやってみてください。基本的にね、私の食生活っていうのは夕飯を早めにとる、なるべくね5時ぐらい、遅くても6時ぐらいまでにはとりたいなっていう、そういう風な感じで生活のリズムを整えております。次の日朝食を9時ぐらいとかにねとるのかな。なのでその間15、6時間は空腹時間となります。お昼はねあんまり食べないんですけども、もし食べるとしてもね、軽いスナックっていうか、ナッツ食べたりとかフルーツ食べたりとか、あとね、スムージー作って飲んでみたりとか、そういう感じで軽く済ましております。食事の内容は、糖質は控えめにしてね、お野菜を中心に、そこにお肉やお魚なんかのねタンパク質を添えるような、そういうのをね基本としています。私もともとあんまりカロリーは気にしない方なんですけども、カロリーよりも気にするのはお腹が空いてからご飯を食べるということを、第一にね気にするようにしております。なので、お昼にねパスタ食べちゃって夕飯の時間になったけどお腹があんま空いてないななんて、そういう感じにはしないようにはしております。もしお腹が空いてなかったら食べない、時間とかね、そういうのに縛られずに自分の体の感触を聞いて、寝る時にお腹がちゃんと空いてる状態に合わせるようにしています。私もね、仕事とかで帰るのが遅くて、ちょっとね夕飯時間が8時とか9時とかね、もうお腹が空いちゃってね、やっぱり食べて寝たいっていう時は、それでもね寝る時間までにそんな胃もたれしないように、そんな量をね食べないとか、消化のいいものをちょっといただくとか、そういう感じでね調整をしています。本当にね、私寝る時にお腹に物が入ってると本当寝苦しいんですよね。なんか睡眠の質も悪くなるし、あと次の日の朝ね起きてまだねなんか胃に何かが入ってる、お腹が空いてないとかね、そういう状態っていうのは本当にね疲れが取れてないですし、なんかすっきりしない感じなんですよね。なのでできるだけ本当にね空腹で寝るようにしています。オートファジーっていうのはね、一応16時間断食みたいな感じでね、16っていうその数字がすごい前に押し出されてるんですけれども、決してね16時間空けないと働かないっていうわけではなくて、12時間ぐらいとかね空ければちょっとずつ働き出すっていうふうにも言われております。なのでね、最初から完璧にねもう16時間絶対に空けるみたいな感じでね、まだ自分の体も生活もそのリズムじゃないのに無理してやるとね長続きがしないんですよね。なので最初から無理をして16時間にセットしないで、最初はねちょっとお腹空いたなって思ってから食べるとかね、あとは12時間ぐらい空けてみようかなってちょっとずつ伸ばすようにしながらやってみましょう。無理をすると
続かないですし、どうしてももうお腹空いてるけど辛いみたいな、辛いって思っちゃうとね、楽しんでやっていけなくなっちゃうので、辛いとかお腹が空いたってネガティブな感情に注目しないで、今体がリセットしてるんだとか、体がクレンジングしてるんだ、メンテナンスしてくれてるんだっていうね、そういう体の機能に感謝するとかね、そういうプラスの方向にね、意識を向けてあげると楽しんでやっていけるかなと思います。今日はダイエットだけではなくアンチエイジングにも深く関わってくるオートファジーという、機能についてお話ししてきました。細胞の再生がしっかりとね行われていれば、シワやシミ、たるみなんかができてもね、自己修復してくれるっていうのはね、本当に嬉しい作用ですよね。こんな風に自分の体の中から若返っていく機能があるっていうのはね、私の好きな DIY アンチエイジングですよね。しかもね、お金もかからず、道具もいらず、ただ空腹でいるだけっていうね、本当に簡単にできてしまうアンチエイジング法なので、皆さんね、こちら本当知ってるか知ってないかっていうね、意識するか意識しないかっていうだけでね、本当に未来の体は変わっていきます。もちろんね、さっきも言ったように無理をしてね、完璧にやろうって思ってね、やりすぎてしまうと、本当ね、何でも急に変えようと思ったら長続きはしません。私のモットーは、無理をしないっていうことなんですね。なので無理をしてしまうとね、本当にストレスの方が勝ってしまってね、オートファジーなんかね、どっか行ってしまうので、絶対無理はしないでください。最初はちょっとお腹が空いてから食べるとかね、そうやってちょっとずつ体がね、空腹に慣れてきたら、その空腹時間をちょっとずつ伸ばしていく、1時間ずつ伸ばしていく、12時間にして、さらに伸ばしていけるようだったら16時間に伸ばしていくとかね、そういう感じで徐々にね、楽しみながらやってみてください。そうしていくだけでね、体はね、ちゃんと応えてくれると思います。これからね、人生100年時代です。どれだけね、人生100年を元気な体で自分がね、やりたいことをやりたいように自分の体でね、やれるっていうことがライフオブクオリティをね、上げていくことだと思うので、今日からできることを少しずつ取り入れてね、その健康寿命を長く保っていきましょう。ということで、今日の動画が役に立ったなと思ったら、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。またね。バイバイ。